皆さんこんにちは、みほです。いつも動画ご視聴くださりありがとうございます。今日はですね、私がグリーフをケアするためにやっている5つのことをお話ししたいと思います。本当は実はたくさんあるんですけど、その中でも特に私が効果を感じているものを、その順番でお話ししたいと思います。でどれも日常に寄り添っていて、お金とか、時間とかそんなにかからないものなので、ぜひ皆さんにも試してみていただけたらと思います。まず一つ目が瞑想です。瞑想は本当にしていなかったら今頃自分どうなっていたんだろうって思うぐらい私のグリーフケアとか、セルフケア全般において本当に欠かせない習慣になっています。で瞑想の、いいところで本当なんて言うんでしょうか、リラックスできることがまず一つですし、本当に自分が何を感じているのかとか考えているのかっていうところに向き合えるっていうところがすごくいいところだと思っています。やっぱりそのグリーフを抱えている時って、本当数ヶ月間とか、数年にわたって心が不安定な状態になりますよね。でその中ではやっぱり一番大事なのって、リラックスする時間が取れることとか、ちゃんと自分の感じている気持ちに向き合って、一緒にいること、だと思うんですけど、本当にこの瞑想っていうのが、他の手段がないんじゃないかなって思うぐらいとっても効果を感じている習慣です。瞑想を続けているとなんというか自分に対して謙虚にさせられるんですよね。というのも自分のことで本当に分かったようで全然分からなくってちゃんと座って瞑想に入ると、実は元気って思ってた時にも悲しみが湧き上がってきたりとか、頭ではまだ元気じゃないって思っていても本当はもっと動きたい、もっと活動したり人と会いたいって思っているっていうことが分かったりとか、本当にその本当の自分に気づかされる瞬間っていうのがたくさんあります。そういう気づきとか、深い自己理解が得られると本当その次どうしようかなっていう行動にも移せるんですよね。でそうすると少しずつではあるんですけど自分の日常とかその先の未来っていうのが動き出している実感を感じていてぜひ瞑想っていうのは、グリーフケアにもそうですし、セルフケアにぜひおすすめしたい習慣の一つです。2つ目は書くことだったり話すことです。で、要は言葉にすることなんですけど、本当にどんな形でもいいですし、一人でやっててもいいし、人と関わってやっててもいいので言葉にすること、その大切さだったりその効果っていうのもこの2年9ヶ月の中でかなり実感しています。で私の場合は一番やっぱり大きいのがここの YouTube っていうチャンネルの中で皆さんとお話しすることだったりとか、あとは旦那との思い出だとか、彼との出会いから別れを綴った本みたいなのを書いてたりするので、それも自分にとってとても大切なグリーフケアです。あとはですね、もっと初期の頃だと、本当彼との思い出だったりとか、自分の辛い気持ちっていうのを、ひたすらノートに書く、ジャーナリングっていうんですけど、ジャーナリングも書く瞑想って言われています。大切な人が亡くなると、伝えきれなかった思いっていうのもなんというか自分の胸の中にとどまったままな感覚がありますよね。でそういう気持ちっていうのを私はお手紙にして、で旦那にまるで送っているかのようにイメージして書くっていうのをよくやっていました。そのグリーフケアのプロセスが進んでいく中で、少しずつ自分の気力と体力が戻ってきた中でやり始めたのが、対面の分かち合いの会に行くことですね。で
オンラインで最近開催されているものもたくさんありますし、あと、それとはちょっと別に、もうちょっと一人ではどうしても抱えきれなくなったかといって周りの人にも話せないみたいなそういう状況になった時に私はカウンセリングを始めました。で本当に何て言うんでしょう、そのピアっていうんですかね、同じ経験者の人同士話す会もとてもいいですし、あとはそのカウンセラーさんっていうプロの方にお話聞いてもらうのもすごくいいです。で、カウンセリングの良さはやっぱりその自分では見えない世界というかできない考察だったりとか、ちょっとたどり着くのに時間がかかるような答えっていうんですかね、疑問に対する解みたいなものが、カウンセラーさんとお話しすることで本当その 1,2 時間っていうセッションの中で見えてきたりとかするので、本当にそれはやっぱりプロじゃないと得られないことっていうところで、カウンセリングっていうのは本当に何て言うんでしょうね、私の場合はもうギリギリの状況になって初めて頼ったんですけど、もっと死別して直後とか、もしかすると死別する前からカウンセリングを受けられたらもっと楽に毎日を過ごせたんじゃないかなって振り返って思います。同じ経験者同士の、分かち合いの会とかも皆さん実感されていると思うんですけど、やっぱりその半径1メートルとか身近な人とかに同じ経験をしている人がいないと、もうどうしても自分の気持ちを表に出す機会とか、共感を得られるような機会って、少ないと思います。で、孤独を感じたりとか、もしかすると傷つく機会っていうのもたくさんあるんですけど、そんな中で、同じ経験者同士の会っていうのは本当に安心安全な場ですし、その中で自分の気持ちを綴っていくことで、自分の気持ち、内面について気づかされたりとか、あと人のお話を通じて気づかされることもすっごくたくさんあるので、やっぱり言葉にすること、でもし力が戻ってきたようだったらそれを人と一緒にやってみることっていうのは私にとってとても大きなグリーフケアになっています。3つ目は自然に触れることです。でちょっと、瞑想と、言葉にするっていうところからまたちょっと視点がずれるかもしれないんですけど、なんて言うんでしょうね、自然の偉大さっていうのに私はもう死別をしてから本当に実感させられまして、普段って私たち、人からエネルギーを受けたりとか、自然からエネルギーを受けたりとか、音楽から力をもらったりとか、もしかすると物から力をもらったりとか、いろいろそのね、力の充電の仕方ってあると思うんですけど、グリーフを抱えている状態で一番自分にとって優しいエネルギーの受け方って、自然かなって私は感じています。で、自然に触れるって言ってもそんな大したことを私はしていなくって、本当小さなことでいいんですよね。窓を開けて風に触れるとか、空を見上げるとか、もし力があったら公園に行って散歩に出かけてみるとか、お花を生けるっていうのもいいと思うんです。その大切な人の前でお花を生けるっていうのも本当その方の供養にもなりますし、自分の心のためにもなるっていうところで、お花を生けるっていうのも私とても好きです。ちょっと言語化が難しいんですけど、自然って人とか、言葉ほど分かりやすくはないんですけど、ちゃんとその自然を味わっているとすごく大きな気づきを得られるんですよね。でそれは例えば、最近だと、雨続きだったりするじゃないですか。でも晴れることもありますよね。でその土砂降りの雨の後に限って青空がすごい美しかったりすると、ずっと雨なんてことないんだよって自然が言ってくれているような、なんかすごい深い安心感だったりとか、なんか励まされているような気持ちになるんです。なので分かりやすくはないんですけど、自然って本当はいろんな
形で私たちをこう支えてくれているし、いろんなメッセージを送ってくれているんじゃないかなって、そんな風に感じています。4つ目はやはりヨガですね。ヨガは、死別をする以前からもいつも私の心の支えになってくれていたんですけど、死別をしてからは、特にそのヨガがこう自分のセルフケアとかグリーフケアにとってもこう役立っているっていうのを改めて実感させられました。で、大切な人を亡くして、しばらく時間が経っていくと、だんだんとそのとんでもなく辛い気持ち、悲しみとかをちょっと横に置いて日常生活を送れるようになったりとか、細やかな記憶っていうのをちょっと忘れかけていく、そんな感じになっていきます。なんですが体はやっぱり覚えてるんですよね。なのでそれはあるお花の香りを嗅いだ時とか、雨の音を聞いたりとか、季節の移ろいを感じたりとか、本当こう日常生活の中の本当些細なことをきっかけに一気に悲しみモードに入ることを何度も何度も私は体験しました。でその時に感じたのは、意識とかこう頭以上に私の体がその悲しみを覚えているとか、辛い記憶っていうのを覚えているんだなっていうことです。でそうなった時にはやっぱりその体を動かしてその辛さっていうのをこう放出してあげることだったりとか、睡眠もそうですし、お風呂に入って体を温めるとかもそうですし、マッサージをするとか何でもそうなんですけど、やっぱ体をいたわる大切さで、体をいたわることを通してこう心をいたわれるっていうのを本当に実感しています。でこれはカウンセラーさんに教えていただいたことなんですけど、私たちって普段こう心と体別々に捉えがちじゃありませんか？なんですけど本当は心も体も同じこう 100% のタンクの中にあって、心が疲れるとその体もその分疲れているっていう、なぜかというと心と体は一体でつながっているからっていうところなんですが、そういった意味で、心がねどうしようもなく辛くて、向き合うのも辛いっていう時もあると思うんですよね。でそういう時はヨガとかそういうことを通して体をいたわることを続けていくと、徐々に心の方も楽になっていく、心も変わっていくそんな気がしています。最後5つ目がアロマテラピーです。でアロマテラピーは精油を使って自分の心身をいたわるんですけど、これも本当に死別をしてから不思議なもので、ある時期悲しみが強かった時期にやたらとローズの香りが欲しくなって、ローズのボディーローションだとか、ローズの化粧水だとか、いろいろこうローズの香りをするものを求めていた時があるんです。でその一方こう不安感が強かった時、将来が不安だなとか感じていた時期にフランキンセンスの香りをよく焚いていたんですよね。で後から知ったことなんですけど、ローズの香りって悲しみを癒してくれる作用があったりとか、あとフランキンセンスの香りは抗うつとか抗不安効果があったりとか、そう自分の心が求めていた香りだったんだなってその時に感じたんです。でそこからですかね、今は本当アロマテラピーも私の生活の一部となっていて、毎朝ローズのオイルで自分の体をマッサージしてあげたりとか、頭痛がする時はローズマリーとかよく炊いたりとか、あと休む時はラベンダーだったりとか、フランキンセンスだったりとかを炊いて寝るとかそんな風に自分のケアをしています。で即効性みたいなところはないかもしれないんですけど、穏やかに確実に自分の心とか体に作用してくれるので、ぜひ試してみたことない方は試してみていただけると嬉しいです。
はい、以上私の、5つのグリーフケアについてお話ししてみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。グリーフケアになりうるものって、2つぐらいポイントがあるんじゃないかなって思っていまして、で1つはリラックスできることです。大切な人を亡くすことって、とんでもなく辛い経験ですよね。本当もういろんな人生経験の中でも、次元を超えた辛さがあると言いますか、やっぱりそれだけ自分の心に対するダメージってめちゃくちゃ大きいと感じています。なので、やっぱりその心にダメージを受けると、体も当然疲弊はしてくるので、そういった意味で、自分のいろんな感情の渦とか、体の疲労から一時期でも解放されて、リラックスできる、なんかそんな時間とか、場だったりとかできることっていうのは本当に貴重ですし、心の支えになると思っています。もう一つポイントとしては向き合えることと、あとは表に出せること、自分の体の内側から外に出せることがポイントだと思っています。で、向き合うっていうところは本当自分の感情に蓋をせず、本当に自分の中で何が起きているのかっていうことに気づきを向けられる、なんかそういうことだと感じていて、そのためには瞑想がやっぱりすごく良さを感じています。であとは、表に出すっていうところだと、言葉に出すとか、体で表現するとか、ヨガなんですけど、そういったところで表への出し方っていうのは本当にいろいろあると思うので、なんかそれは本当ご自身に合うやり方っていうのを探していただけるといいんじゃないかなって思います。で、最後になりますが大切な人が亡くなったっていうその事実自体に対して私たちは無力ですけど、それをどういうふうに経験していくのかっていうところに対しては私たちは決して無力じゃないんですよね。今の世の中だと本当に情報がたくさんありますし、いろんなグリーフケアの場とか、グリーフケアの仕方、提案みたいなのもたくさんありますので、必ず自分に合うやり方っていうのがあると思うんですよね。なので、お互いに、ぜひ心の中にあるグリーフちゃんと手をかけてあげて、お互い楽になっていけたらいいなって思います。では、最後まで動画ご視聴くださりありがとうございます。またね。